寝ながら内ももの脂肪を撃退して太ももの隙間を作ります。まずは右足を左足に乗せます。この状態で右の付け根をマッサージしていきましょう。スマホを見ながら片手でもマッサージできます。膝のあたりから付け根のあたりまで指で揉んでみましょう。右足に力が入らないように意識をしましょう。痛気持ちいいぐらいの強さで行うと良いと思います。柔らかくしましょう。この動画は、30秒おきに種目が変わります。こんな感じで次の種目が表示されます。よし OK。 次は右足しっかり伸ばす。ゆっくり外に開いて付け根を使ってぐーっと閉じる。左足は曲げておいても伸ばしておいても大丈夫です。限界まで開いて付け根を使って閉じる。空いてる手で付け根を触ると筋肉使う感覚が分かりやすいと思います。呼吸を止めないように意識をしましょう。腰が痛い人は左足曲げてる方が腰への負担が減ります。次の種目はこちらです。よし OK。 次は右の股関節をしっかり外開いた状態で付け根を使って真上に上げる。つま先は外を向けましょう。付け根にね、手を添えると使っている感覚が分かると思います。付け根使う感覚ない人はつま先が外を向いてない可能性が高いです。しっかり外を向けて付け根を使って真上に上げていきましょう。呼吸を止めないように意識を続けましょう。よし OK。 次は両足を上げて右足だけ足パカします。で、限界まで開いたら内もも使って閉じる。右の内ももを使ってます。もう一回限界まで開く。でもきつい人はこの状態でキープでももちろん OK です。よし、内もも使って閉じましょう。よし OK。 腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。多少膝が曲がってももちろん OK です。付け根を意識して閉じます。よし OK。 次はもう一度足パカした状態で右股関節だけ内外にねじります。しっかりね、付け根からねじってつま先が内外向くイメージです。で、これも難しい人はもちろんねじらなくても OK です。この状態でキープでも十分効果あります。頑張れる人はしっかり内外にねじっていきましょう。呼吸を止めないように意識し続けましょう。よし OK。 次は右足を曲げた状態で外に限界まで開きます。で、ここから付け根使ってぐーっと閉じます。もう一回いきます。膝曲げて外にしっかり開いて、この付け根を使ってしっかり閉じる。こう手でね、付け根を触ると、あ、筋肉使ってるな、力入ってるなって感覚が分かりやすいと思います。ラスト1回呼吸止めずにいきましょう。しっかり内もも使いましょう。 OK です。次、休憩のストレッチです。足裏合わせて股関節外に開きましょう。こんな感じでところどころ休憩のストレッチを入れるようになってます。で、あくまでズボラストレッチなので各種目の最後の10秒きつかったらサボって OK です。無理せずね、できるペースでやっていきましょう。ゆるーく外に広げるところまで開いて呼吸止めないようにしましょう。次、左足やっていきます。左足を右足に乗せます。左の付け根マッサージしていきましょう。左足に力が入らないようにして膝のあたりから付け根のあたりまで指で揉んでみましょう。スマホを左手に持って右手で左の内ももをマッサージしても良いと思います。やりやすいやり方を自分で探してみましょう。痛気持ちいいぐらいの強さで硬いところを見つけたら入念にマッサージしてみましょう。よし OK。 次は左膝しっかり伸ばして限界まで外に開く。内もも使って閉じる。しっかり内もも使って上げ切る。限界まで開く。内もも使って閉じる。
これ場所が狭くてここまで開けないよって方は無理なくね開ける範囲で行いましょう。ラスト1回いきましょう。内ももを使ってる感覚あれば OK です。ラスト1回です。 OK です。じゃあ次は、左の股関節外にしっかりグッとねじりましょう。つま先外向けた状態で真上に上げていきます。このね付け根を使う感覚あればそれで OK です。ここです。ここ付け根、こう慣れてくるとつま先上向いちゃうので、しっかり外にねじった状態で真上に上げる。きついですよね。この付け根意識しましょう。最後10秒、もちろんサボって OK です。 OK。 次片足パカです。限界まで上げて左足限界まで開く。で内ももを使って閉じる。腰が痛い人お尻の下に手を入れましょう。限界まで開いてゆっくり閉じる。内ももをね使うことが目的です。きつい方もちろんこの開いた状態でキープでも OK、 膝曲がっても OK、 最後の10秒サボっても OK です。ゆっくり閉じましょう。内もも付け根使ってゆっくり閉じる。きついですね。頑張りましょう。しっかり最後まで閉じきる。よし OK。 そのままもう1回足パカして股関節内外にしっかりねじるねじるねじる。こうつま先だけ動かすって感覚じゃなくて付け根からね股関節回しましょう。多少膝が曲がってももちろん OK です。呼吸をね止めないようにすることと、腰が痛い人お尻の下に手を入れてお尻がね床から浮くようにすると良いと思います。最後まで頑張りましょう。ねじる、しっかりねじるねじる。 OK。 次は左足だけ上げて膝曲げた状態で外に開きます。で付け根を使ってグッと閉じる。この時ね右足曲げてても伸ばしてても楽な方で大丈夫です。左の付け根を使うことが目的です。限界までしっかり開いて付け根を使う。これね感覚難しいですよね。こうやって手で触ると内もも付け根力入ってるなって感覚が分かると思います。頑張りましょう。よし OK。 次休憩ストレッチです。足を肩幅に広げましょう。こう左右にね倒していきます。こう外ももが床につくぐらい倒しちゃいましょう。特にそんなきついストレッチじゃないので呼吸を止めないようにね休憩しながら股関節を動かしていきましょう。この次の種目からまたきつくなるので呼吸を整えておきましょう。次の種目いきますよ。よし OK。 足裏合わせて外に開く、しっかり伸ばしきる。外に開く、しっかり伸ばしきるときに膝と膝つけましょう。よし、しっかり外開く、伸ばしきる。外に開いて伸ばしきることが大事。伸ばしきるときに内ももを使います。そんなに急いでやらなくていいです。腰が痛い人お尻の下に手を入れておきましょう。手を入れておくのが辛い人はお尻の下にね枕とかクッション入れるとすごく良いと思います。 OK。 次もきつい種目です。このまま足をクロスしながら上げていく。ゆっくり下ろす。腰痛い人はねお尻の下に手を入れてもちろん OK です。内もも意識してできたら膝を伸ばしてしっかりクロスしながら上げ下げします。呼吸止めないように意識することと、最後の10秒もちろんサボって OK です。呼吸止めないで最後まで頑張りましょう。内もも意識して OK。 次は足パカクロスです。膝伸ばして限界まで足パカしたらクロス、足パカクロス。できたら膝は伸ばしておいて限界まで開く。急がなくて OK です。限界まで開いてクロス、限界まで開いてクロス。膝は伸ばしておきましょう。もう後半戦かなりきついと思います。最後10秒遠慮なくね休憩しましょう。最後まで完走することが大切です。次の種目休憩なので安心してください。 OK。
足伸ばして肩幅よりねちょっと広めぐらいに開きましょう。で股関節内外にしっかりねじる。つま先を内にねじる、外に開く。この付け根からね動かすイメージです。呼吸をね止めないように意識続けましょう。次の種目からまたきつくなりますよ。 OK。 膝曲げた状態でちょっと足を浮かせて内ももをパタパタつけましょう。こんな感じです。そうです。このね内ももの付け根の筋肉使ってしっかり閉じる。腰が痛い人、お尻の下手を入れましょう。これ反り腰にも効果的です、この動画は。なのでね、反り腰の方もぜひ毎日の習慣にできると良いかなと思います。呼吸を止めないように頑張りましょう。よし OK。 このまま足伸ばしきる。ゆっくり足パカです。足パカ、限界まで足パカ、限界まで開いて内もも伸びる状態でキープしましょう。腰が痛い人はお尻の下に手を入れて、もうきつくて無理だって人はね、もう特別サービス、手でズルして OK。 これは内もも伸ばすことが目的なので手でズルしていいです。膝はできたら伸ばしておくとね、この膝のあたりまで伸びると思います。呼吸は止めないように意識しましょう。次の種目ちょっときついですよ。よし、このまま